こんにちは、はるです。今回はダブルフラワーリングの作り方をご紹介します。基本の花編みのリングは以前ご紹介しましたが、こちらはその応用編です。お花が2つ並んだようなドーム型のビーズリングでとっても可愛らしくて存在感のある仕上がりになっています。材料はすべてダイソーで手に入りますよ。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。そろばん型ビーズ 4mm パープル9個、そろばん型ビーズ 4mm ピンク6個、そろばん型ビーズはこちらのものを使用します。マルショービーズシルバー10個、マルショービーズゴールド、ここでは82個使用します。テグス2号80センチ。まず最初にお詫びです。そろばん型ビーズのパープルとピンクの色味が非常に似ていて、画面上ではあまり違いがわからなくなってしまっています。一応色を分けて説明はしますが、分かりにくいようであれば、慣れるまではそろばん型ビーズは一色で作ってみることをお勧めします。まずテグスにマルショービーズシルバーを5個通して、一番端のビーズで左右のテグスを交差させます。右のテグスにそろばん型ビーズのパープル、マルショービーズシルバー、パープル、マルショービーズゴールドの順に通して、新たなパープル一つで交差します。左のテグスで隣のシルバーを一つ拾って、右のテグスにマルショービーズゴールド、そろばん型ビーズピンク、マルショービーズゴールドの順に通して、新たなパープル一つで交差します。これをあと2回繰り返します。左のテグスで隣のシルバーとさらにその左上にあるパープルを拾って、新たなシルバーを一つ通したら、右のテグスにゴールドを一つ通して、新たなパープル一つで交差します。これでお花が一つ出来上がりました。2つ目のお花を作ります。左のテグスにシルバーを1つ、右のテグスに
ゴールド、ピンク、ゴールドの順に通したら、新たなパープル一つで交差します。これをもう一回繰り返します。左の手ぐすにシルバーを1つ通したら、2個目のお花の中心にあるシルバーを拾って1周します。左の手ぐすで左上のパープルを拾って、左右の手ぐすにゴールドを一つずつ通して、新たなピンク一つで交差します。これでお花が2つできましたので、その周りの形を整えます。右の手ぐすにゴールドを1つ通して、そのすぐ隣にあるピンクを拾います。今度は左の手ぐすにゴールドを1つ通して、その隣のピンクを拾います。これを繰り返していきます。両方の手ぐすが出会ったところでメインの部分は完成です。ここからアームを作ります。左右の手ぐすにゴールドを3個ずつ通します。そして新たなゴールド1つで交差します。これを指のサイズより少し小さいくらいになるまで繰り返します。7回繰り返したところです。
このようにひっくり返して指輪になるようにつなげていきます。まず右のテグスにゴールドを3つ通して一番上にあるピンクに通します。テグスを引き締めます。もう片方のテグスにゴールドを3つ通してテグスを2回結びます。結び目のすぐ隣にあるピンクに片方のテグスを通してぐっと引っ張って結び目を隠します。あとは左右のテグスをそれぞれビーズ3つくらいに通してからテグスをカットします。これでダブルフラワーリングの完成です。どうでしょう？ちょっと難しいと感じた方は基本の花編みのビーズリングから試してみてください。画面右上もしくは概要欄にリンクがあります。こちらは15年以上前に作った天然石さざれを使ったものです。だいぶ年季が入って変色してますけれども、そろばん型のキラキラしたものとは打って変わってワイルドな感じになりますよね。パールなどを使って作れば季節を問わず使えるリングになりますので、ぜひ試してみてくださいね。